バコ吸ってるし、ヤンキーの服ってあるじゃん。あるよね、あるよね。ヤンキーと恋愛したことある? 오이카토크? 오이카토크 하지 마세요. 하지 마요. 그것 때문에 나도 힘든 적이 좀 있었어, 옛날에. 그래, 후속論争があるよね。そう、風俗は許すか許さないか。あ、待って、ちょっとサムネ用にさ、これかぶってくれない? 아오짱 오늘 빨간색 입어줬지? 이 크리스마스니까. 그치? 응. なんかこれ尖るんだけど。何がいいかな?驚いた。あー、じゃあ私の動画でさ、すごいマキちゃんにさ辛いの食べさせてるからさ、なんかもういろんな人が心配してらっしゃる。なんか悪者になりだしてる。私のコメントにもめっちゃ来るよ。あおちゃんから逃げてって本気で言われるんだけどさ、結構私ノリノリで撮ってんのよ。ノリノリだからな。私から提案したりするよね。そう。あおちゃんこれ撮りに行かない? 괜찮아요. 걱정하지 마요. 私ばっか悪者にしやがって. 재밌게 찍고 있어요. 아, 그리고 오늘 저 교정하고 있어서 좀 발음이 안 좋지만 이쁘게 봐주세요. 오늘은요 고민 상담을 우리가 일본 여자로서 하려고 합니다. 그래서 질문을 어제 못 뺐어요. 많이 왔어요, 질문은? 좀 이상한 거 많이 왔는데 그래도 괜찮은 질문 대답할게요. 뭔가 아오짱 소개해주세요 とか. 질문이 아니잖아. 근데 뭐なんか面白かったからいろいろ答えてみよう。答えよう。いやその前に、もうすぐクリスマスじゃん。何するんですか? 마리코랑 지낼 거예요. 저는 여자끼리? 응, 여자끼리 마리코랑 같이 쏘줄 겁니다. 여자 파티. 좋다. 아오ちゃんは追いたい派か追われたい派か。なんか本当に好みの人がいたら追っかけてきたけど、結局実ったのは追いかけられた声か、まあ普通にタイミングがあってとかだけかな。自分から追いかけて実ったことがない。あ、本当。実らず恋。追いかけちゃダメなんだっていうのを分かった。でも女の子は絶対追われた方がうまくいく。でもそれはちょっとだから自分がそうやって経験したからそう思う。私も大体は追われてきた。なんかめっちゃモテる女みたいになってる。うわ違う。なんか私の性格上、何が言いたいか分かる。そう、私に興味ないならいいやってなっちゃう。分かる。だから結局はその私のことをちゃんと好きでいてくれる人がいいから、なんか本当に好きなんだなっていうのを感じて、それで逆に好きになったりする。そう。なんか私から追いかけたとしても、その人が全然私に興味なかったら諦めちゃう。すぐ。分かる。結構私もさっと引くタイプかも。もうこの人多分振り向かないなと思ったらさっと引くかも。だよね。最近사 불량연애 알아? 알아. 그거 너무 한국에서 너무 인기 많잖아. 그러니까 쇼츠 보다가 나와. 또 뜨니까. 맞아. 일본에서 지금 이런 거 하고 있구나 싶더라고 나도. 私もさ韓国のリールで知ったんだけど。そうだよね。日本でも人気あるのかなあれ。どうなんだろうね。韓国人が見るから余計に面白いんじゃない？かもね。なんか日本人からしたらなんか不良の方たちって꽤 많으니까なんか특히 지방. 맞아. 요코하마에 많지. 그래서 그래서 나름 좀 많이 봤거든. 요코하마 사람이니까. 그치. 나도 요코하마 살아봤으니까 알거든. 그런 사람들이 진짜 그런 사람들이 사는 곳이 요코하마라고 생각하시면 될 것 같고. 맞아. 근데 지방에도 많이 있지. 있지. 맞아. 그래서 뭔가 익숙한 느낌이 있는데 한국 분들 봤을 때는 좀 신기할 수 있어. だから私も小学校まで横浜にいたんだけど、このまま中学に行ったら뭐 양아치가 너무 많으니까 교육이 안 좋다고 부모님이 걱정해서 도쿄로 이사한 거야.
でも本当に小学校の時に可愛かった子たちが横浜の中学校行ったらめっちゃヤンキーになってて、久しぶりにその地元に行ったらみんなこうタバコ吸ってるしヤンキーの服ってあるじゃん。あるよねあるよね。ヤンキーと恋愛したことある？ない。それはないか? 근데 나는 조금 있어. 있을 것 같아. 학생 때 뭔가 학교에서 제일 좀 양아치 같은 사람이 있었어. 근데 똑같은 클래스였는데 그 사람은 뭔가席のさ一番後ろにこう座ってる系の結構ムードメーカーの人だったの。めっちゃ想像できる。想像できるよね。で分類4人出てくるようなちょっとやんちゃな子だったんだけど、中身は結構純粋ですっごい優しくて、私が寒がってたらコートをかけてくれたり、そうで音楽祭っていうのが学校の中であったんだけど、なんかその音楽祭でもう誰よりも張り切って頑張ってたり。それはヤンキーじゃねえな。でも見た目はヤンチなんだよ。見た目だけなんだ。そうでもここで私たちが恋愛がうまくいかなかった理由が、その人が退学になっちゃったの。あら、なんかしちゃったの。そうでその理由がタバコとあと他校との喧嘩。他校と殴り合ったらしくて、でもその理由が仲間をかばうためだったの。漫画かい。漫画じゃなくね。なんか本当にその時悲しかったんだけど、まあ、タバコ吸ってたんだっていうちょっとまあ悪いことではあるから、でもその人がさ最後に黒板に一言書いてったのよ。なんか漢字で。なんかその忘れちゃったんだけど、すごい深い意味のなんかありがとう的な言葉を。ヤンキー語ってあるよね。よろしくとかね。あるあるヤンキー語でそれを見てうるってきたよね。うるっときてるやん。でも確かになんかヤンキーの子たちってなんかちょっと違う世界だけど憧れはあったかも。その時ってなんか自分の好きなようにやってる感とか、なんか大人に抗ってる感が、そう自由だよね。自由な感じして憧れはあったけどかかることはなかったからないよねそれ。見ることはいっぱいあるけど、関わることはめったになかったね。なかった。その人とね、がデートをすると必ず家の前まで送ってくれるの。で日本だとそれめったにないじゃん。送るって文化あんまないよね。そうだからそういう部分でもヤンキーだけど優しかった思い出があります。ピュアな恋愛の思い出だったなっていう。綺麗な思い出。そう。ヤンキー話は終わります。あ、ここまで行かんのと合わない。あ、近くに行ったら合うね。質問コーナー行きます。일본 여성과 사귀고 싶은데 일본어를 못합니다. 한국어나 영어를 잘하는 일본 여성을 어디서 만날 수 있을까요? 노력해야지. 본인도. 그치. 일본어 공부해야지. 상대방한테 원하기만 하면 안 됩니다. 일단은. 근데 일본 여성과 사귀고 싶다. 이거는 너무 괜찮죠. 많이 있습니다. 예. 많이 있어요. 많이 있어요. 근데 한국어 잘하는 일본이 너무 많지 않아? 너무 많습니다. 예. 일단 한국에 사는 일본 여자면 할 수 있을 것 같은데. でもさ、最初の일본어 못해도 번역기 쓰면서 하는 연애도 재밌지 않아? 재밌을 것 같고 그런 사람들도 꽤 많아. 이 질문이 어디서 만날 수 있냐? 그러네. 그러니까 그거를 나도 내 채널에서 그런 질문 댓글이 진짜 많이 오니까 나도 몇 번이나 진지하게 고민을 해봤는데 가장 그 효율적이라고 생각하는 거는 일본인들은 한국에 여행이 일단 많이 오잖아. 많이 와. 그게 요즘에는 손수랑 면동에 있습니다. 나도 그렇게 대답했어요. 유튜브에서. 아 진짜? 그러니까 헌팅 하세요? 근데 신기하게 내가 선수나 면동 가면 무조건 헌팅 받아. 아 진짜? 그리고 말 걸어오는 게 혹시 일본 사람이에요? 라고. 그럼 똑같은 생각을 하는 사람 많네. 진짜 놀랬다니까요. 그러니까 근데 그게 사실 효율적이고 일본 사람들도 한국 남자에 대한 좀
동경하고 있는 것도 있으니까 음. 말 걸어오면은 좋아요. 마음은 뭔가 그래도 그렇게 헌팅하는 사람들은 뭔가 좀 일본에서는 좋은 이미지는 없으니까 한국에서 헌팅 하신다면은 진지하게 맞아. 하는 게 근데 좋을 것 같아. 내가 선수에 갔을 때 번역기를 하면서 보여줬어. 저는 일본어를 공부하고 있습니다. 친구가 갖고 싶어요라고 친해지고 싶어요라고 해줬어. 그래서 좀 이 이미지 돼 왔다. 일본에서도 헌팅하는 사람들 많잖아. 맞아. 근데 일본에서는 뭔가 헌팅하는 남자는 なんか 느낌이 다르지 않아? 맞아. 뭔가 일본에서는 그냥 하고 싶어서 내점 내점. 그런 목적으로 하는 사람들이 많으니까 그래서 그냥 뭔가 무시하는 여자도 많아. 맞아. 근데 한국에서는 뭔가 진지하게 헌팅 하시는 경우도 많잖아. 그래서 그렇게 하시면 됩니다. 네. 진지하게. 예. 진진하게 頑張ってください. 頑張ってね。パイティ。それが最近はその日韓交流会がいっぱいあるから、 그거를 좀 본인이 적극적으로 좀 검색해 보시고. そうだね。アプリもあるしね。 아프리もあるし、そうそうそう。アプリで会ってる人多い気がする。多いね。多い。普通のその日韓で会うみたいなアプリも多分今あるし、それじゃなくても普通のTinder とか他の普通のアプリでも今日本人の人いっぱいやってるって言うから、 네. 노력해 보세요. 노력해 보세요. 네. 만나는 방법은 많습니다. 네. 2番目. 따람. 연락이 적은데 마음 없는 건가요? 답장 느린 건 일부러 그런 거예요. これは問題ですね. 日本人の. 일단은 사람마다 달라요. 많이 하는 사람도 있고 맞아. 진짜 안 하는 사람은 느리죠. 며칠 후에 와. 맞아. 친구끼리라도. そう。でもだからといって好きな人とかだったらちゃんと返す。そうだね. 며칠 후냐 返さん. 늦어도 하루 만에는. 진짜 늦어도 다음 날. でも本当に関心있으면 바로 답장하지. 근데 한국 분들은 진짜 바로 답장하잖아. 맞아. 그 정도는 원하면 안 될 것 같아. 1분도 안 되고 답장하는 사람도 많잖아. 맞아. 그거는 사실 일본 사람들이 봤을 때 좀返事すぐって何怖ずっと LINE 見てたのみたいななっちゃうから보다는 일본 사람들이 생각하는 딱 좋은 답장. なんか半時間とか. そう今言おうとした1時間とか相手のその답장 스피드니 맞춰주면 가장 좋을 것 같아 그게. 맞아. 그게 3일 정도면 조금 관심이 없다 그거는. 근데 그게 다음 날이 온다거나 1시간 후에 온다고 하면은 아직까지는 괜찮아. 답장이 온다는 자체가 아직 가능성이 있으니까. 화이팅. 화이팅. 너무 많이 하지 마시고. 너무 많이 하면 안 돼요. 대답이 없는데도 오이카토크. 안 돼. 오이카토크와 다음에. 오이카토크 하지 마세요. 하지 마요. 그것 때문에 나도 힘든 적이 좀 있었어 옛날에. 진짜 맨 처음에 일본에서 그 한국에 왔을 때 아직 나도 그때는 한국의 그런 문화를 모르잖아. 근데 어떤 한국 남자분이 아마 나한테 관심을 가져주신 거야. 근데 진짜 너무 많이 와서 너무 힘들었어. 너무 힘든 거예요. 진짜 맞아. 좋아하는구나. 나는 인기 많은 여자구나. 이런 게 아니라 진짜 힘들어. 마음적으로 도도도도도도도って来たらさ 네, 신도요. どんどんこうちょっと待って화나랬잖아. 그러니까 오이카톡은 절대 하지 마시고 하지 마세요. 기다려 보세요. 네. 색같이 마음이 급하시니까 그 마음은 하지만 나도 예전에 내 채널 댓글에 그런 분이 있었거든. 답장 늦은데 일본 여자가 그래도 가능성 있을까요? 라는 댓글 왔을 때가 있었거든. 그때도 절대 오이카토크 하지 마시고 조금 기다려 보세요 라고 했더니 몇 주 후에 그분이 다시 댓글을 달아주셨는데 사귀셨대요. 오 대박. 그래서 조언해 주셔서 감사한다고. 좋은 조언이다. 그러니까 정말 그거는 맞는 것 같아. 오해봐 오후도 일본인 女性ってちょっとってなってから極端に하세요. 예. 3번
서민 데 스킨십 어디까지 오케이? 어려워. 몰라. あんまりいきなり多いとちょっとこの人そっち目当てなのかなって思っちゃうかもしれないね。確かに確かに。なんか慣れてんのかなってなると、なんか遊んでる男の人って基本嫌だから、일본 문화 자체가 한국보다 거리감이 좀 멀어요. 친구끼리도 이렇게 만지지도 많이 안 하고, 그런데 한국이 더 거리가 가깝잖아. 한국 남자 입장에서는 그렇게 스킨십 안 했다고 생각해도 스킨십 めっちゃするやんって思うかもしれん、思ってるかもしれんから、結構控えていいかも。そうだね、このさ4番のさあれにつながるんだけど、サギジャコ언제 말해야 해요。なんかさ日本って絶対にサギジャコ付き合ってくださいって言葉が必要じゃん。必要必要。韓国ってそこまで言わない言わないのかな。どうなんだろう。外国って言うよね、なんかさ、友達に紹介されて初めて彼女だって知ったみたいなさ、なんか日本でよく聞いてたのは、デート3回目、で付き合わなかったら脈なしとかめっちゃ言うよねそれ、3回目くらいが女の子もちょっと期待するんじゃないかな、男の方から言ってこないならなんか私のこと好きじゃないのかなみたいなのを思っちゃって逆にねさよならしちゃう可能性もあるから、だらだら行くのも嫌だ、なんかさ結婚を考えてだらだらもうちょっと知りたいって思うかもだけどさ、実際付き合わないと分かんなくない？うちらぐらいの年齢だったら、付き合う人って結婚考えるやん、だったら逆になんか行ってこないとかだとさ、なんか決断力ないなとかも思っちゃいそう、私だったら結局は主導権持っててほしいと思ってる人多いから、だったらもう付き合おうとか、そういうのは積極的に言った方がいいと思うし、韓国の人に憧れを持つ理由のうちの一つって、やっぱ韓国の人の方が積極的だから、それもあるじゃん。それもある、日本の男性ってなかなか言わなかったり、そうするから、そういうなんか男性らしいところも韓国男子のいい素敵なところだから、そういうなんか積極的にね来てほしいのはちょっとあるかも。なんか日本人だとさ結構 LINE で恥ずかしいから言ったりするじゃん。ねそれだって電話さえ苦手な人だって多いんだからさ、私もだし。電話あんまりしないもんね。しない。こっちの人ってね、なんかまあ真剣じゃなくても電話の方が早いやんとかさ言うけど、なんか日本人って本当に何でも LINE の方が多いから。そう、しかも電話する時も電話していいって聞くよね。わかるちょっと今から電話していいとか、5分後電話していい、1時間後電話していいだから。そうそこが結構違うね、日本と韓国で。積極的なそういうところ、それこそ電話来るだけでも多分キュンとする人いるかもしれない、するかもまあでもそれもしすぎず期間で言うと3ヶ月までじゃない？それも言う、3ヶ月っていう、年齢にもよりそうだよね。5番、これなんか不思議な質問だったんだけど、多分一緒に住んでんのかな、人によるくねこれ私全然いいんだけど好きな人だったら、なんかとも思うし、でもなんか一緒に住んでたらその関係が近いから、なんかちょっとのことでもイラつきそうなのは分かる。私の飲んだでしょとか私のプリン食べたでしょみたいなのは可愛いけどね。ちょっと反応を見てみたらいいんじゃない？飲んでみてこうやってどう腹立つってどうってそれでちょっと嫌な反応してたらやめた方がいいかも、お互い合わせるべきだよね。そうだね、聞いてみたらなんだこの質問。7番、일본 여자가 헤어질 때 신호는? 일본인 女性って 하고 싶은 말을 잘 못하니까 참고爆発する人多いよね。でその時にはもう終わりみたいな。なんか本当に表現しないよね、自分の気持ちを。苦手かもね。私もそうだけど、なんかその場その場では言えないの。確かに韓国の人たちって割とその場その場で言ってるイメージあるよね。言えないから、ずっとこの我慢すると、この人もこういう人なんだ、もう合わないかもってなって終わっちゃうんだよね。確かに言わないでね、なんかそれもあんま良くないとこだなと思う。
だって言ってたら直してくれたかもしれないのに。そうなんか韓国人からしたらなんで言ってくれないんだろうってなるんだろうね。ね、そこがちょっと難しいかも、日本人女性は分かってほしいみたいな。なんか喧嘩したくもないしそれで、そう確かに分かってほしいもあるし、察してほしい、察してほしい、とか、あと言ったら重いかなとか。それだ、なんか私は結構そう考えちゃう。日本人って本当に執着を嫌うから、束縛って言うじゃん。束縛を本当に嫌うし、ちょっとでも束縛すると、メンヘラになっちゃうから、メンヘラをすごいみんななりたがらないから、メンヘラ女子になんないようにっていうそう気持ちがあるから言わないで我慢しちゃうんだよね。そうこの間私もその自分のチャンネルメンヘラの話した時に、韓国の人からしたら普通のことだったりする。そうなんよ。テックルにもさ、そうしたら韓国人みんなメンヘラやなみたいなさ。いや韓国人メンヘラだよ、日本では日本では。そう日本人が見たら、そのなんかね1個ずつ写真を送って、日本人からしたら本当にありえないぐらい束縛に見えちゃうよね。たまについていけない時あるもん、日本人の会話に。逆にね、日本ではさ、日本人男性がキャバクラに行くのも、女が許してあげなきゃいけないっていう風潮あるじゃん。なんかそういうのも日本人女性が許してあげなきゃいけないこう基準ってあるよね。キャバクラ論争はあるよね、キャバクラ風俗論争はあるよね。そうだから結構さ、私もこの間仕事の撮影現場で風俗は許すか許さないかっていう話になって、スタイリストさんとかも旦那さんが風俗行ったとしても風俗なら許せるかもって言ってた。言ってほしい人もいるよね。だからその逆に夫婦でもうその奥さん側はそのもう気持ちがないから、もう子育てもして、でも男性の方がさ普通に生物的にさ性欲が多いわけじゃん、だからそれで男性の方がストレスパダっちゃって、だったらもう風俗でちゃんとサービスを受けてきてっていうので、そういう私はアベマ TV で見た。いやそうなのよ、なんか変わってるよね。ねあちゃんでこれさ、日本ではどこからが浮気ですかにつながるけど、韓国よりは許容範囲が広い気がする。2人でご飯とかは私は嫌だ。嫌だよね。嫌なんかその説明ができればいいかも。本当に仕事の人で写真も送ってくれてとかなら、確かに2人でご飯でも私もう控えてって思う、なんか別になんだろう、本当に大丈夫な相手なんだろうけど、だから行くんだろうけど、私のことを考えて控えてほしい、頑張って許可を得てほしい。なんか当たり前のように行くんじゃなくて、納得できる食うとしてもね、でもやっぱさ、その連絡の内容とか見せれるかとか、そのぐらいあれじゃない、やましいことがあったら見せれないじゃん。私も一回不倫についてさ話した動画あるんだけどさ、それでも私結論として出したのは、浮気ってもう気持ちがあるかどうかかなって。だからその2人でご飯行くにしても、男性側が本当に気持ちがなければ、多分それは不倫にはなんないな、でもそれがなんか2人でご飯に行くだけでも男性側がその友達の女の子にちょっとでもなんか可愛いとか、ちょっとでもなんかワンチャンみたいな気持ちがあるなら、それは浮気かも。でも本当にただの会社の人で、なんか理由があればいいよね、この人に会わなきゃいけない理由があればいいよね。それならもう、行っといでって感じだけど、ご飯誘われて、断りきれなくてさとか言ってきたとしても、本人が内心ちょっとなんか可愛いからワンチャンみたいなことを思ってたらね、でもそれを確認する方法はないけど、気持ちがあるかどうかからがなんか浮気かもなって思った。確かにそこかな、私もね。とある友達が、普通にそこは日本人同士のカップルなんだけど、彼氏さんが普通に女の子たちと遊ぶらしくて、で別に彼氏さんの方はその気持ちがないから大丈夫だと思ってんの、その女の子の方からしたら、やっぱ嫌やん。女友達が多いの？多いのよ。多いけどなんか日本では信じてあげなきゃいけないみたいな、そうね、あるよね。なんかそんぐらい許してあげなきゃいけないみたいなのがあって、
行かないでとか言えないし、そう言ったらもう本当に重い女の子みたいな、メンヘラになっちゃうからそう止められないよね。言えないよね。言えないよね。なんかね、それだよ。いやそれ良くないよね。良くないよね。その部長、女の子が我慢しなきゃいけないっていう。でもそれでさ、その女の子は別に男の子が嫌がるだろうなと思って別に他の男の子と遊びに行ったりしないし、飲み会行っても何も言えなかったりね。言えない、飲み会余計に言えないかも。韓国ではどうなんだろう。会食で飲みに行くとか、どこまで許せるんだろうね、女の子たち。確かにね、韓国ではどれぐらいがね、教えてください。教えてください。最後のね、メッセージなんだけど、これが結構人事なんでよにらそう。ちょんちょに。すごい。감사합니다 보내주셔서.ちょっと待って、これ全部読むの？この日本語訳見る？絶対に読んでくださいって書いてあるもん。ソゲロマンナク。友達として会って最初は。大変だから腹立ってきたねえ。私遠距離恋愛で無理っていうのはちょっと言い訳もある気がする。だし、こんなさ、あなたに会うために来てるんだよって1回でも言ってるくせに、なんかそれはちょっとない気がする。お互いに好きな気持ちだけ持っていいよと言われました。そして8月の旅行の終わり頃、もう連絡もやめたいと言われましたが、その後に約2ヶ月が過ぎた9月末、突然彼女から連絡が来ました。私は変わらず嬉しく迎え入れました。すると彼女は9月に韓国に来たいと言い、また4日間一緒に旅行しました。しかし衝撃的な事実がありました。実は彼女には5年間付き合っていた彼氏がいました。これはなんかこの方の気持ちになって今すごい傷ついた。너무 나쁜데? 너무 나빠. こういう여자들이 있으니까 뭔가 일본 여자는 바람을 많이 핀다とかいう話が出るんや。そんなやめてくれないか。彼女の話では20歳頃に4年間付き合い、その後彼女は彼氏が遠くに引っ越して別れ、今年初めに再び大阪に戻ってきたことで復縁したとのことでした。つまり私と関わり始めた6月の時点ですでに彼氏がいたということになります。旅行中はずっと彼氏はいない、好きな人もいないと言ってました。私は大きなショックを受けましたが、彼女は今の彼氏と今年初めからお互いに気持ちはない、でも結婚は加速した関係だ。めちゃくちゃなんだけど。もう長い付き合いだから、なんかもうその恋愛感情っていうよりはもうなんか当たり前のようにいる存在なんだよねってことだよね、多分ね。9月の旅行が終わった後、彼女は私のために何度もソウルに来てくれたので、今度は私が日本に頻繁に行くようになりました。2、3週間に一度のペース、お互いに強く惹かれて、私のために時間もお金も惜しまず使ってくれました。しかしここで悩みが生まれました。彼女は気持ちがなくなった彼氏と別れて私に告白したと言いました。この5年間付き合ってた彼氏と別れて、多分付き合いたいって言い出したんじゃん。告白してきたっていうこと。ですが別れてから1週間も経たないうちに私と付き合う。북한적으로 봤을 때 뭔가もうなんか次の候補みたいな。そう。ただの保険じゃないこれ。ね保険やん。何よりもインスタグラムにはまだ元彼とのカップル写真がそのまま残ってます。さらに家族や友達にも私の存在は私との思い出を全て隠しています。言葉ではあなたはしかいないと言いますが、一緒に過ごしてきた限りではその歌をかけているようには見えません。この方も純粋。とても彼女は20歳の頃から5年間付き合った相手なので、社会的な関係や友人関係が全て絡んでいて隠しているし、インスタも消せないと言います。でもどうしても理解できません。結婚を前提に私と付き合いたいと言われていますが、このまま関係を続けてもいいのでしょうか。うわ이거는 너무 어렵긴 하다. 왜 그럴 리가 있지? 싸가지 없다. 싸가지 없다. これはでもなんかさ、特定数いるよね、こういう人って。なんか長く付き合ったからこそ別れに切り出せなくて、その周りにも言えなくて、そう別れるかこの人とも悩んでるけど他に保険として新しく探すみたいな。これは良くない。でもなんか普通にその女性を知らないけど、なんかこの話だけ見てたら、魅力がなさすぎて魅力、人によってそりゃ魅力を感じるポイントは違うけど、私はなんかもっとはっきりした人の方がよくねって思うのね。わかる。そうだからこの人のその周りの人にバレるのが嫌でみたいな
の気持ちはすげえわかるけど、そこを打ち勝ってこそだし。そうだよ、なんそうか優柔不断というか、てかそもそもさ、彼氏とまだ関係を終えてないのに、新しい人と会ってるっていうこと自体が良くないじゃん、あ、バチ当たるよって思っちゃう、バチ当たるよ、バチ当たるよ、本当にそうだよ本当に悪いことをこうやって知ってると、バチ当たるよ、後から自分に返ってくるんだから、そういうのは絶対したくないよ、てかよく聞くのはさ、韓国ではどうか知らないけど、なんか長く付き合った彼氏と別れてすぐ次に付き合った人とすぐ結婚したみたいな人めっちゃおらん、めっちゃおらん、めっちゃおるやん。あるなんかだから別にその形式自体は別に否定はしないんだけど、ただこの人自体がなんかそれをちゃんとチョンリできてないから、チョンリして本当に今まででごめんっつってもう他の周りにも言ったし、インスタも全部消したし、私の心のチョンリもできたから、そうだね、ちょっともう一回なんかすぐ付き合ってほしいとかじゃなくて、なんかもうちょっと私となんか一緒にいてみてまたシングから一緒にちょっとデートいっぱいいてほしいみたいな、その彼女もさ、その信頼を取り返す時間が必要だよね。そう彼女も相当な努力が必要だと思うし、結構舐めとる、本当にこの男性あなたのことを舐めております。その彼氏に対しても舐めてるじゃん、その5年間付き合ってで結婚も考えて付き合ってますって言ってたよね、さっき。ありえない。結婚を考え約束してる彼氏がいるのに他の男性としょっちゅう旅行行ってたっていうのは、そんなん自分がされたら嫌やん。嫌だ、私的にはそういう人は繰り返す、から多分自分と付き合ってもするんだろうなって思っちゃう、しそれは間違ってないと思ってる、から恋愛してる人ってね、脳みそがチンパンジーと同じぐらいになるんですって。だから今あなたはチンパンジーです。そうだよ、こうなってんの、日本人女性いっぱいいるからもっといる、もっといい人いっぱいいる、もっといい人いっぱいいる、嘘つかない人にしよう、でも本当にバカになっちゃうんだよね、恋愛すると、こうなっちゃうから、まあでもああいうとこもあったし、みたいなさなっちゃうけど、でもあなたがもう納得するまでその人と、まあ会ってみて、そうね、ダメだと思ったらダメだし、また信じれるかもと思ったら、話し合ってみてください、一旦付き合わずに他の女性見てみるのもいいと思う、なんかさ、韓国のソンっていうのは、昭和期文字などモルゲッツも、日本ってソンみたいな、なんかその名前ないじゃん、ない付き合う前のその期間、付き合ってないから別に男を何人見てもいいと思ってるのよ。そうで私もそれは別に間違ってないとは思う、付き合ってはないから、でもなんかこの人はすごい付き合ってもないのにすごい一途に思ってて。そうだね、やっぱそれが、ソムなんかね、ソムだったら他の人とも連絡取らない、なんかほぼ彼氏彼女みたいな、あれなのかな、体験期間みたいなもんなんかな、なんかもっと他の人見ていいと思う、他の女性。そうだね、でも韓国でそれやったらやばい人になるって聞いたよ。ああ、そうなんだ。でも日本では本当にそれは当たり前のことだよね、周りの子たち見てても、付き合ってくださいまでいろんな人とデートしてとかは普通だよね。そうそうそう。행복해야 돼. 믿을 수 있는 사람 찾아야 돼. 그 행동 한 번에 신뢰감 다 떨어지잖아. 그리고 내가 알기로는 바람 피는 사람은 계속 펴요. 나오랑 もう一回でも許しちゃダメだと思う。そうその人のためにもさよならした方がいいとは私は思う。はい。辛いと思うけど、パティン。終わりました、あおさん。終わった。ありがとう、あおちゃん。またやりたい。悩んでる人いっぱいいそうだよね。いそうだね。しかもさ、日本人女性の心は私たちがわかるじゃん。だからアドバイスこれからもしますね。さあ、メリークリスマス。カチューシャ買おうか悩んだんだけど、これ持ってたから、これ家にあった。これについてはいいんですか？私が辛いの食べさせるのはダメで、これはいいんですか？私は可愛いのちょっとつけさせようかだから。진짜メリークリスマス。좋은 크리스마스 되세요. 아오마키 선물이었습니다. これが
있습니다. 오늘도 출퇴근을 부탁드립니다. 푸른나무 채널에도 놀러. 네네, 그거 매운 거 많이 먹었으니까 네네. 먹였으니까. 네네. 봐주세요. 봐주세요. 바이바이. 바이바이.